私のダイハツエッセが1万キロ走行したので、スパークプラグの交換時期になりました。1万キロで毎回交換するの？そう疑問に思う人もいるかもしれません。軽自動車の場合、走行距離としては約1万 km 走ると一般プラグが劣化すると言われています。そのため、総走行距離をメーターで確認し、ざっと1万 km 走った時点で、整備工場やディーラーに相談すると良いでしょう。軽自動車はプラグの消耗が激しいのが特徴です。普通車に比べて、軽自動車は燃費が良く小回りが利きやすい、自動車税などの税金が安いなど、様々なメリットがあります。しかし、その一方でスパークプラグに関しては、実は軽自動車は普通車よりも消耗が激しいと言われています。その理由が軽自動車特有の高回転です。基本的に軽自動車は普通車よりもパワーがありません。そのため同じ速度で走るためには軽自動車はより高回転でエンジンを回さなければならないのです。このエンジンを回すときに必要不可欠なのがスパークプラグになります。エンジンを回すとき、スパークプラグに高電圧をかけ、電極の先から飛ぶ火花を利用してエンジンに着火します。高回転であるということは、このスパークプラグに高電圧をかける回数が多いということです。回数が多ければそれだけスパークプラグは劣化が早まっていきます。結果的に軽自動車は普通車よりも摩耗が早く、よりまめな点検が必要となるのです。しかし、それは建前であって、実際には多くの人は1万キロごとには交換していない気がします。私はこの車が初めての車なので、1万キロでスパークプラグがどのくらい摩耗しているのか知っておきたいと思いました。推奨間隔のスパークプラグ交換により、どの程度走行フィーリングが変化するのかにも興味があります。比較するために交換するスパークプラグは、交換前と同じ指定標準プラグ LKR6C を選択しました。スパークプラグは NGK の一般プラグを購入しました。交換手順1、空気吸入ダクトを取り外します。交換手順2、ダイレクトイグニッションコイルの配線を外します。交換手順3、ダイレクトイグニッションコイルのボルトを外します。交換手順4、ダイレクトイグニッションコイルを外します。交換手順5、スパークプラグを取り外します。穴の奥底にある丸いものがスパークプラグです。スパークプラグの焼け具合と摩耗の程度を観察しています。こうして並べてみると、中心電極が短くなっていることと角が丸くなっていることがよくわかりました。交換手順6、プラグホールをきれいに掃除します。接触面に錆や粉塵の異物があると、スパークプラグが密着できなくなります。
箸にキッチンペーパーを巻きつけて、先端にブレーキクリーナー、またはキャブクリーナーをつけて、プラグホールを拭きました。交換手順7、新しいスパークプラグを取り付けます。スパークプラグの締め加減は箱に記載があります。今回使うプラグは右側のワッシャーが入っているタイプでした。回らなくなってから半回転回増し締めするタイプということでしょう。この位置でスパークプラグが回らなくなりました。この位置からプラグレンチの取り出をさらに半回転させました。片手で回せる限界を超えると締めすぎになる心配があるそうです。ちょうど半回転させた頃に片手で回せる限界に達した感じでした。古いスパークプラグのガスケットワッシャーは新品の7割くらいに潰れていました。同じ作業を残る2気筒にも行います。車によっては12本もスパークプラグがついている車種もありますが、そんなにあると結構大変でしょうけど、エッセは3気筒なので、そんなに大変ではなかったです。プラグホールの掃除をすると、ピカピカになって気持ちがいいです。交換手順8、ダイレクトイグニッションコイルを戻します。これでスパークプラグの交換は終了です。エンジンをかけてテスト走行するのが楽しみです。おお、なんだかエンジン始動が早い気がします。走行してみて変化を感じました。アクセル操作に対する反応が速くなりました。スムーズに加速してパワーも上がった感じもします。アイドリングの時の振動も少し減ったような気もしますが、これは気のせいかもしれない程度でした。スパークプラグは1万キロで摩耗が始まっていました。また、その交換により走行フィーリングの改善も感じましたので、私は推奨感覚でスパークプラグを交換していこうと思います。このメーカー指定のスパークプラグは1つ700円ほどでした。燃費も改善するようなので自分で交換すれば経済的にもメリットがあると思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してもらえると嬉しいです。